This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. まあまあちょっと団結して、マンパワーがないとやっぱ飲食店の立ち上げとかは結構どうしても力がいるので、自分らが楽しくないと多分お客さんにもいいものとか出せないので、まず自分らもそのお客さんに作って食べてもらいたいという気持ちが第一にあって、いや雰囲気はもうなんかめちゃくちゃ最高。自分にやりたいこともなんかできそうな気が日に日に高まってる。みんなでこうやって働くことに多分喜びを感じてるし、いいメンバーに囲まれることは幸せだと思う。This morning had some clear light いいよ。 to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny.魚自体はいつ仕入れたものになるんですか？一応もうその日に、前の日にお願いして長浜市場とか持ってきてもらうか。全体でだいたい7、8本から10本ぐらい全部ばらす感じですね。
メンバーはいつもこのメンバーで、いそうです。人それぞれポジションがある。ただもっとくだらない話してます。つも3人でどんな会話したんですその魚の状態とかの話と、今日一日どうなりそうな話、日も手が空いたらすごいプライベートなこととか話してますか。今メニューでやってる季節の炙りとかも毎日魚屋さんが全部違う種類入れてくる。それはちょっと新田さんと入ってからなんかいろいろと店長が今日はこうしようかみたいなのがある話し合いながらです。そうなんですね。僕はちょっと一番綺麗なんです。まだそのために大きくしてるみたいな。こっちの方が綺麗に見える。いや、結構余裕そうや。声かけてもらってやるってなって、そこからこう社員を集めて、僕が集めてたからみんなこっちに来てもらって引っ越してもらって、あ、引っ越してもらったんです。そうですそうです。みんな大体市内とかにいたんで一人一人声かけてって上のホールの社員の子も皆さん糸島にそうです住まれている。はい。完全に参加入ってる。そうです。そうなんですね。味噌汁はそんなに大きくないからお客さんが飲んでもらえるちっちゃめに切ってます。そんなないっすよ。一つでだいたい60から70ぐらいですね。だいたい1日200人前ぐらいいますね。そうですね。茶蒸し蒸されるんで中身がちょっと魚独特の匂いがあるので、それをちょっと消すために氷水でちょっと火が入りすぎるとボロボロになっちゃう。コミュニケーションがというか、やっぱね、その辺がうまくいくとね、仕事の呼吸が合わないというか、個性しかない。個性しかない。個が強すぎて。個が強すぎて。僕が一番上です。40なんで。拓也ですけど 31？31 っすね。それが20ですね。もう世代バラバラですね。もともとは前も飲食店だった前の職場のバイトの子ゆうたさんにスカウトさんがいた。そこから僕がこうなんかつながってきたので環境は変えたいなと思ってたので、まあなんか時期的に超いいタイミングだったのでやりますって感じ。そうですね。まあ僕が発信してるけど、それは全員人を集めるときにバイトもまあ知ってる子とか呼べるだけ呼びました。どっちかっていうと何ですかね、俺はそういうこういうやつらとこうくだらない話してるじゃないですか。そういうこうやつらと切磋琢磨してバカできればいいっていう。そうなんですよ。家族よりいる時間長いですから帰って何時間後かにまた会ってたりする。かといって帰りも一緒にいたりするから、一日の大半を一緒に過ごしてますから。
朝来たらなんかついさっきまで一緒におったみたいな感覚あれさっきまで一緒におった気がするよってなる一緒にいない時間の方が短いかもし短いね。なんだかんだ毎日あるなんだかんだっていうかプライベートでもなんだかんだ毎日そうそれが嫌じゃないっていうところいいですよね。嫌がられたら終わりかな。飲食店ってやっぱきついんですよね、どうしても。働く時間だったりとか、ね、なかなか休みが取れなかったりとかもあるんですけど、その中で、そういうのをこう乗り越えた時のなんとも言えない感じっていうのは、飲食店ならでは、みんなでやりきった後とか、めっちゃきつかったけど、終わった、帰ろう、飯食い行こうみたいな、はいはいはい。その感じで、やっぱこれしか味わえないから、なんか収録性があるというか、ずっと続けとうとこあるんですよ。結構人がいっぱいいる店舗の方が面白いですね。いろんなやつがいて、みんなでこうやりきった感とかを味わえる感じはやっぱ大きい店舗ならではやるんですよ。先ほどだけ入る。小鉢とか少なくなってきたら酢飯さん。糸島の酢飯です。お願いします。いいよ。こういう下がるところにグラム下がっといて、あれさ、上から布かぶせといてたら
オーダーがただこうチームワークが取れてる、まあ、みんな経験がもともとあるから順の適応能力が高い。来てないけど。C1 やと思う。お願いします。ありがとう。はいよ。ありがとう。お願いします。そうですね、楽しい雰囲気でできているので、外国の方も結構いらっしゃるので、外国英語の対応だったりとか、あとはそのメニューの発注ミスとかがあるとちょっと難しいかなと思います。接客の時に、外国の方が来てくださっても英語でちゃんと対応できるようにしたいなと思います。っていう名前は？ちえさん、目立ちたがりやろ。いきます。拓也君に関しては、ものすごく上手です。やっぱり料理に対する探求心が強い。技術は僕よりももちろん持ってる部分もある。多分好きなんで、普段はそんな喋んないですけど、料理のことになるとすごい喋る。もう一人のマサの方は若いんで、ちょっと僕と性格似てるんですよ。結構おちゃらけるというか、わーってするけど、でもスピード感とか集中しての仕事のスピードとかものすごく速い。だからすごいいいパワーバランスだと思う。それをみんなでね、形にしていって、チームワークでやっていければ一番いい。やっぱ映ってきてよかったな。珍しいタイプの人かな。まあその年がちょっと離れてるっていうのもあるんですけど、それ感じさせないぐらいこっち側に寄り添ってくれる人なんで、バイトの子たちも多分働きやすいんじゃないかな。もともとがその茶会席っていうお茶会席のちょっと日本料理のお店で働いてた県外の東京と滋賀のお店だったんですけど、4年ぐらいで戻ってきてまた別のところで福岡のところで運営してゆうたさんはもともと自分がその福岡戻ってきて働いてたところの、お魚屋さんやられてたんで、そこにお魚のお品にしてきてくれてた方だったんですよ。そこからなんかいろいろ魚のこと聞いたりとか教えてもらったりして、でちょっと仲良くなってて、今回こういう形の話があるけどどうやっていうお話いただいたんで、そこからもともと飲食店って結構修行してたりとかあるとどうしてもきついことのが多くて、あんまりその報われないというか、そのバランスが悪い労力に対してその環境を変えたい、で今回僕がこの話をもらった時に、一緒にやろうということで少年って感じ、同い年のような感覚、年はもう圧倒的に上なんですけど、感覚的にはなんかものすごい似てる方なんで、僕とあんまりなんかこう年の差とかを感じないから話しやすいですね。あっちと違って落ち着いてるな。ちょっとずっと市内にいたんで、ちょっと環境を変えてみたいなっていうのはやっぱあったので、なんか皆さん引っ越してたらなんか僕だけあっちいるのもなんか寂しいなと思ったんで、なんかバイトの子巻き込んでめっちゃ遊びに行ってます。プライベートご飯もめちゃくちゃいっぱいおごってもらってますゆうたさんにいや雰囲気はもうなんかめちゃくちゃ最高です。自分にやりたいこともなんかできそうな気が日に日に高まってる。このままいけばもっと勉強になることはあるかなっていうのは感じます。僕はなんか自負しちゃうんですけど、魚をネタを引くの嫌いじゃなくて、全然こう日頃どういう風に切れるのが綺麗かなとか、左引きっていうのもあるんで、やっぱ自分でやらないといけないんで、綺麗に引いた時はやっぱなんかそういう時はやりがい、綺麗に料理盛れたりしたらやっててよかったなってやっぱ感じます。Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. 団結して、パワーがないとやっぱその飲食店の立ち上げとかは結構ど
どうしても力がいる。みんなちょっと多分きついとは思うんですけど、みんなあんま顔に出さない感じで。自分もその飲食でずっと働いてきて、その若い子たちがどんどん辞めちゃう世界では、その若い子たちがちょっともっと夢を持てるようなその業態というか形を作って、うちで拾っていけたらなっていうのをちょっと思ってるんで、そこの基盤を固めたいな。やっぱ自分らが楽しくないと多分お客さんにもいいものを出せないので、自分らもそのお客さんに作って食べてもらいたいという気持ちが第一にあって、自分らも元気じゃないと美味しいものなんて味も分かんなくなってあれなんですけど、互いにいい関係でやっていける。毎日顔合わせてるんで少しでもお魚のためじゃないですけど、お客さんのためとかいろいろそういう誰かのためを思って日頃仕事はしてるので、その思いも継続していこうかなと。やっぱりなんだかんだ考えるとお客さんがどういう風にこう出したら綺麗に見せれるかなとか、どういう気持ちで食べるのかなっていうのはちょこちょこなんか口に出たりはちょっとする。どういう風に持ったらいいかなとか、どういう気持ちなんかなっていうのはやっぱ思います。悪く言えばみんな大人だけど大人じゃないのかなみたいな、年的にはこう上ですけど、なんか感覚がやっぱ似てる、波長が合うところがやっぱあるのかな。みんなそれぞれ個性が強いっていうのも一つ特徴なのかなと話しやすいし、いいですね。楽しそうに働くと一番いいと思うんですよ。言いながらもみんなでこうやって働くことに多分喜びも感じてるし、そこでやっぱりさらにここからみんながどんどん成長していって、自分たちがこうもっとやりたいことを会社の中でいろいろ展開していけたりとかやっていけたらいいので、それを今はまだその最初のステップだと思う。僕たちが最初に専門に立ってやっていって、この環境で働いて、ここで働いたらこいつらみたいになれるんだって思われるようにしていくのが僕の中で一番若い子に夢を持たせる。飲食店で働きたいとか、この会社で働きたいと思える仕組み作りができたら一番かなと思います。Without you, you can take me high. Feels like I can fly. You can take me high. Feels like I can fly. You can take me high.